こんにちは、鷹の目工作室です。今回は逆転機のリンケージを作成します。まずはハンガーです。この素材は洋白板でリバースレバーの使い損ないを再利用しています。ここで首のフレットのための穴を開けていますが、一部は穴位置を間違えて最終的に不格好になってしまいました。穴を開け終えたところで個別に切り離します。今回はバンドソーを使いました。最初に穴を開けたとき、一部の穴はバイスの顎と干渉するので、所定のサイズまで広げることができませんでした。それらの穴をロッド部分を加工するためのジグにセットしたところで広げていきます。2つ目の穴は、フライスのテーブルを動かすのではなく、枠をひっくり返して穴を広げています。実は他の首のフレットの穴についても、このようにジグの上で開ければ、すべての穴がシンメトリーな位置に開けることができることを、後になってから気がつきました。関節の穴をピボットとして頭の丸めを行っていきます。ワークが小さいのでオートバイスを仮の絵として作業をしています。
荒削りの後、半径を 0.5 ミリだけ小さくして仕上げ削りを行っていきます。中央のロッド部分は両側の関節穴でワークをジグに固定をしてから接着をします。こちらも荒削りの後、仕上げ削りを行います。軸受けとアームの素材をステンレスの厚板から切り出しています。これまで赤サビを避けるため軟鋼の代わりに洋白を用いてきましたが、軸受けとアームは 5mm 厚の板材が必要で、この厚さの板材の入手が容易な開削ステンレス SAS303 を今回は使ってみたいと思います。続いては製材です。まずは小口を削って平行にしておきます。次は表面を削って滑らかな面とするとともに板厚を調整していきます。開削ステンレスの厚板は厚み方向の誤差も大きく表面も粗いので、厚めの板を購入して自分で修正する必要があります。今度はバンドソーにコンターテーブルを取り付けて個別の部品に切り分けていきます。
軸受けの加工に移ります。外径を描いて軸の通る穴を開けていきます。この穴は斜辺を削る時の基準でもあり、ジグへの固定の役割も果たしています。ジグの穴位置はフリーキャドで作図をして求めていきます。2つ目の穴の位置は Y 軸のオフセットは CAD で計算された値として X 軸は現物の穴と合わせました。斜辺の切り込みにはメタル層を使いました。また、切削油はステンレスが豆腐になるという謳い文句のやつを使っています。この時点ではベースを1ミリほどの厚さ残して切ってあります。反対側の斜辺はジグを裏返すことで左右が対称に揃います。
2つに切り分けていきます。切り分けた2つの部材をロックタイトの緑を使って背中合わせに貼り合わせていきます。軸穴にピンゲージを刺して側面を平行になるようにすれば2つの部品は同じ位置に固定することができます。小さなバイスを用いてロックタイトが硬化するまで固定をしておきましょう。ただしピンゲージはロックタイトが硬化する前に抜き取っておかないと取れなくなります。底面を所定の寸法にまで削ります。側面を切り離さずに残してあることでその外側を基準として底面が水平になるように固定することができます。軸受けの取り付け用のネジ穴を開けていきます。このネジ穴は止まり穴なので、この段階では無理をせず、タップがまっすぐ立つようにだけします。後でそこまで上げタップを立てます。いよいよ側面の余分を切り離します。このような小さな破片が出る作業では、その破片がバンド層の中に落ち込む心配がないので、このコンターテーブルでは安心して作業ができます。ベルトサンダーで斜辺の傷を消そうとしていますが、ワークをしっかり保持できないためうまくいっていません。結局サンドペーパーを使って手作業で磨くこととしました。
てっぺんの丸みはご覧のようなコロを作り、ヤスリで削りました。アーム類の加工に移ります。コンターで切り出したワークの幅を揃えていきます。関節の穴を開けていきます。最終的にはリーマー仕上げとしますが、この時点ではドリル開けっぱなしです。リバースシャフトをはめる穴には、組み立て時の仮固定用のネジ穴が必要です。3つのアームまとめて穴を開けてしまいました。また、アームとシャフトの角度が変わらないようにするためのピンの穴が必要です。この時点で穴は片側だけとして、最終組み立ての時でシャフトを含めて貫通させます。ハンガーやリーチロッドがはまる溝を削っていきます。この溝、角度がついているので削り方には工夫が必要でした。メタル層で溝入れをしたいところですが、スイベル付きのバイアスを使うか角度付きの軸が必要になるので、私にとっては現実的にはではありませんでした。そこでロングネックのエンドミルを使い、少しずつ削っていきました。途中エンドミルが折れるというアクシデントはあったものの、結果は上々です。ハンガーとのはめ合いを確認しています。両者が干渉することはありませんでした。側面の傾斜を削るためのジグを準備します。
側面の傾斜をメタルソーで切り離しておきます。リバースシャフトの作成に移ります。まずはシャフトを曲げるためのハンドルを作ります。素材は何かの廃材ですが、ローレットがかけてあり好都合です。先端にリバースシャフトの直線部分の長さにあたる 24mm の深さの穴を開けました。曲線部が始まる部分は R=20 が指定されていますが、スプリングバックも考慮して 30mm の丸棒をガイドとして、やっとこで他の部分が曲がらないように注意しながら保持をして一気に曲げていきます。中央部分は両端に仮のハンドルを取り付け、万力に加えた丸棒に少しずつ場所を変えながら押し当てて、目分量で円弧になるように曲げていきます。本に示されている図面を見たときはとても難しそうに感じましたが、案ずるよりも有無が優しい。実際やってみるとそれなりの形になりました。最後は原寸大の図面に形を合わせて形を確認し、両端の直線部分同士が直線になるように調整をかけます。続いてリーチロッドです。まずは関節の穴から開けていきます。リーチロッドは 4mm と細いのでコレットチャックブロックで固定をしています。関節部分を薄く削っていきます。使用しているのはコーナーラウンドのエンドミルで、これにより削り終わり部分に自然なカーブができます。コレットチャックブロックを使用していることで、切削面と関節の穴は直角、切削面同士は平行にすることができます。旋盤に移り、短い方のネジ部分を加工していきます。こちらのピースは M2.6 のおネジをダイスで切っていきます。
長い方はタップで目ネジを切っていきます。短い方の根元の不完全ネジ部を逃がすため 2.7mm のドリルで 2mm ほど掘り込みます。このネジは止まり穴なので、タップは手で感触を確かめながら進めていきます。部品が揃ったのでいよいよ組み立てです。平岡さんの本ではこのような図が出ていますが、112度という角度を測ることも固定をすることも難しいと考え、ジグを作ることとしました。ガイドヨークに見立てたアルミ板にリバースシャフトを固定しておいて、アームとの角度を決める作戦です。このアルミ板、すでにいろいろ穴が開いていますが、これは何かのスクラップの再利用なので、今回の作業とは関係ありません。ここでの加工は、軸受けを取り付けるため、ガイドヨーク上の取り付け穴に合わせた穴と、リバースシャフト中央部の支えを取り付けるためのネジ穴を開けています。ジグへの毛書きを行っているとき、軸受けの位置とリバースアームの取り付け位置が干渉することに気づきました。はじめ、何か私が勘違いしているのではないかと何度もチェックをしましたが、どうやら本の寸法に誤りがあるようです。加工の動画にはありませんが、リバースアームを取り付ける位置に裏から六角レンチを通すための長穴を後から追加で加工しました。リバースシャフトはジグに対して3度の角度を保持するため、中央の支えは軸受けよりも 0.9mm 高くしました。
他にもリーチロッドアームの水平を確認するためのもの、リバースアームの角度65度を確認するためのものも作りました。いよいよリバースシャフトアッセンブリーの組み立てと調整です。アーム類は回り止めのピンを打つので、私にとってすれば分解再組み立ては現実的ではないように思えます。軸受けを含めてアーム類を組み立てておけば、この部分を再分解することなく一体で機関車本体に組み付けることができます。ジグにリバースシャフトと軸受けを組み付けたら、中央部分のサポートを緩く取り付けておきます。
軸受けから出っ張っている長さが左右で同じになるように調整して中央のサポートを増し締めします。繰り返しになりますが、これでリバースシャフトはジグに対して3度の角度を持って固定されました。次はリーチロッドアームの仮固定です。水平確認ジグは軸受けと同じ高さに穴が開けてあり、ピンを通してベースジグに押し当てることでリーチロッドアームはベースジグと平行になります。次はリバースアームの仮固定です。角度を確認するため、片側が 4π、反対側が 2π の短いピンをリバースアームにはめて、リバースシャフトとこのピンで角度を確認しようとしています。市販の自在スコアで角度の確認を試みていますが、軸受けの穴の高さが低くて失敗してしまいました。急遽65度の角度ゲージを作成し、六角レンチの通る穴をジグに追加して再挑戦です。軸受けとリバースアームの間に間隔を確保するため 0.1 ミリのフィラーゲージを挟んで固定ネジを締め付けています。回り止めのピンを通すための穴を開けようとしています。事前に片方だけ穴が開けてあるので、
穴の方向と位置は容易に決めることができました。しかしこの小型のモータードリルでは開削ステンレスといえども歯が立ちませんでした。しまいにはモーターが手で持てないほど熱くなってきました。仕方がないのでベースジグから取り外し、フライス板で穴は開けました。ピンはステンレス線をニッパーで切ったものです。先端部はヤスリで緩くテーパーにしてあります。動画では小さなハンマーで叩き込んでいますが、さほどの抵抗なく入っていきました。仮固定のネジは頭が大きく不細工なので取り除き、ネジ穴には短いフォロセットスクリューをロックタイと青をつけてねじ込んでおきました。
機関車本体に組み付けます。寸法の誤りを指摘したリバースアーム、ハンガー、ラジアスロッドの関係はどうでしょうか。幸い、すんなりと接続することができました。とはいえ、この小さな E リングには手を焼かされます。本の記述間違いの指摘のついでに、もう一つ、E スナップリングのはまるピンの数、本では4本と記述されていますが、実際には6本必要でした。
ランニングボードを戻したらリーチロッドの取り付けです。私の場合、図面の長さで作ったリーチロッドでは長すぎたようです。リバースレバーの中立位置にはすでにノッチが切ってあるので、ラジアスロッドが中立位置になるようにリーチロッドの長さを切り詰めます。平岡さんの本では、ラジアスロッドの中立位置の基準について記述が見つからなかったので、ラジアスロッドがトラニオンと重なる位置を中立の位置としました。リバースレバーを操作することでラジアスロッドが動くことが確認できました。これでまた一歩エアテストに近づきましたが、まだまだバルブ周りの調整など準備が残っています。次回はエアテストの準備になる予定です。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。